はい、皆さんこんにちは。ゴンナヤおむすび、ゴンのゆいです。いつも動画をご覧くださいましてありがとうございます。さて、今日は特別バージョンでゲストをお招きしました。市川清山さんです。どうも市川清山でございます。いや、どうも。はい、市川清山さんはですね、三味線とお歌をいつも歌ってくださっている方です。そうなんですよね。春歌なんかがね、いつもやってます。結構もう何曲かやらせていただいてますね。はい、いつもありがとうございます。本当に勉強させていただいております、本当に。はい。三味線の音楽提供のみならず、動画にね、役者さんみたいなことしてもらってる。すごい時もありましたね。なんかね、いろいろとね、役者もさせていただいております。いつもね、すみません、いろんな遊びに付き合っていただきまして、ありがとうございます。私専門的にはね、お座敷歌が専門なんですけどもね、でも羽歌とか、お座敷歌なんてもそうですけども、あとは自分のオリジナルの三味線談義っていうのね、歌と三味線があって、セリフがあって、それはもうストーリー性になってる。自分でね、作詞作曲するわけですけども、そういうのを大体舞台でやったりとかね、やらせていただいております。はい。すっごいいつも面白くてね、お客さん大受けなんですよ。そうなんですよ。この前のね、12月にも一緒に伝えの会という毎年やってるね。させてもらって。やらせていただきました。そこでももうドカンドカンと。いや、そんなのってましたけど。笑わせてるみたいな感じ。ただの芸人みたいな。違う。笑いは後からついてくるから。そうですね。基本は音楽を日本、伝統音楽の、そんな、そうですね。はい。でですね、今日、なぜ清山さんにお越しいただいたかと言いますと、実は YouTube チャンネルを開設されたんですね。開設したんです。おめでとうございます。結構数ヶ月前にね。隠れてちょっとやらせていただいて、ほんまに言わなあかんかったっていうか。私も最近知ったんですよ。恥ずかしくてよう言わんかったっていうね。難しいですね、YouTube ってね。YouTube でね。なんか、1回とか2回とかね、3回とか再生とかの最後ね。こんなんなんや思って。ね、なかなかね、厳しい。なんか20回とか30回ぐらい行ったら、なんかもうそっから全然伸びない。と思って。たくさん見てもらうのって大変ですけどもね。大変ですね、本当に。チャンネル登録お願いいたしますね。高評価もお願いいたします。はい、チャンネル登録、高評価、ゴンナヤにもどうぞよろしくお願いしますね。はい。で、そのチャンネルでは、三味線の弾き方とか、歌の歌い方とかをレクチャーされてるんですよね。そうですね。はい。まず基本的にこの出囃子のお稽古ですね。出囃子の曲っていうのがあるんですよね。いわゆる下座音楽の。その出囃子の曲を、短い曲ですけども、それを弾いて、三味線の弾き方を解説していると。今は三味線ばっかりですけども、あとは羽歌とかお座敷歌。それは歌も入ってますので、やらせていただいてます。で出囃子は、譜面を出してるんですけど、五線譜でやってます。五線譜で。五線譜でちょっとね、やらせていただいてます。で、なかなかほら、譜面って人の書いた譜面で出せないから。そうですね。全部自分で書いた譜面で僕は出させていただいています。それは羽歌なんかもそうですね。五線譜なら読める人も多い。いわゆる読めなくても、いわゆる五線譜と共通するんで、いろんな流派で譜面がいっぱいあるんで、それをこの譜面に変えましょうっていうのが一番簡単な五線譜なんですね。そうです。和楽器って、楽器でもそうだし、同じ三味線でも、また楽譜の作り方違うんですよね。そうなんですよ。全然違う。すごい複雑で、そうなんです。なんか、そこも興味深いところですけどね。そうなんです。だから誰でもできる、言えば五線譜なんていうのはもともとなかったんでね、日本の音楽っていうのは、それは五線譜でやったら、実は、共通して、簡単に、書き直せるってことですね。五線譜を読むっていうのは難しいんで、それを書き直す能力を持てばいいってことです。なるほど。その能力があるっていうことですね。私がいや、それは勉強したから。勉強した。だいぶ勉強させていただきましたからね、本当にね。で、その清山さんの清山TV、テレビ。TV ね。清山 TV でどんなことをしてるかっていうのをね、ちょっと今日ここでご紹介いただこうと思いまして、以前にアップしました獅子頭っていう曲。今日今から一緒に
獅子頭の曲でお仕事しに行くんですけども、本番があるんですよ。本番があるんですけど、高級ホテル。そうなんです。はい。はい。ちょっとね、それの面白いところをね、今弾いて、レクチャーしてもらおうと思いますんで、どうぞお楽しみください。はい。それではよろしくお願いします。やってみましょうか。はい。当たらない。ちょっと下がりましょうか。いや、大丈夫ですよ。はいはい。じゃあ、面白いところっていうと、やっぱこの、すり上げっていうところがあるんだよね。すり上げ。三味線のテクニックね。それちょっと一回やってみましょうかね。ね。ですか？みたいなね。おー。はい。テレンテンテンっていうところですね。はい。あそこがすり上げ。そうです、すり上げ。すり上げのところですね。すり上げと言いますね。すり上げというのはすり上げと言いますと、この、たまたまこの上にこう上がって。上がって。おー。あ、ごめんなさい。すり下げやった。すり下げ。まあいいか。すり下げ。これが先ほどの、そう、トゥルドゥンドゥンドゥンっていうところが、これね、これややこしいんですよ。すり上げ、すり下げっていうのは、これ上げていくからすり上げって今言ってしまったんですけど、音が下がっていくのをすり下げです。音が上がっていくのがすり上げ。だからこの、今でね、これはすり下げなんです、ね。すり下げの間違いで、すり上げはこの逆。なるほど、なるほど。すり上げね。すり上げね。そう、すり上げ。ね。もう一回いきますよ。ね。すり下げはすり上げはっていう感じですね。はい、で難しいのは何かって言いますと、この右の方はチンリンチンリンってずっとやってる。その動きの中で、この左がこう、まあ、すり、下げね。すり下げでこう上がっていくんですけども、この時止まっちゃったんです。こう。で、カクカクな。ずっとこれ動いたまま。ところ。滑らか。そう、滑らか。こういう風なテクニックがあります。これなかなかできないんですけどね。まあこういう風に弾きます。ね、右と左がね、全く違う動きするから、とっても難しいですよね。そうなんですよ。まあここが特徴ですかね。特徴ですね。はい。なるほど。面白いですね。はい。で、その星山 TV では、他もこういったところ、ポイントなんかもいろいろ教えてくださってるんですね。そうです。一つの曲をやって、その曲の中に出てくる奏法の特徴ね。それをやっていきます。で、そこの特徴をやっていくと。なるほど、なるほど。面白そう。はい。なので、ぜひ、こういった感じのものを聞きたい人は、星山 TV のチャンネル登録よろしくお願いします。高評価も。で、まあ、日曜日は、日曜、邦楽動画劇場でちょっと、面白い感じのやつを利用かなと思って、いろいろ試行錯誤して舞台の内容とかね、そういうのを入れたりしてます。はい。たくさん上げてはるんで、ね、面白いと思いますよ。そう、上げてる割にもあれですけど、はい。はい、これからどんどん人気出ると思いますので、どうぞ、はい、登録お願いします。で、先ほどの獅子頭は以前にアップしたものをまた概要欄に貼っておきますので、よろしければご覧ください。はい。それではこれからもよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。